スリープフリックス講師の大鶴です。今回はウィル2社のリアルなエレキギター音源エレクトリシティの使い方についてご紹介をしていきたいと思います。エレクトリシティは非常にたくさんのアーティキュレーションもあってかなりエレキギターの奏法をリアルに再現できるんですけれども、その分ちょっと打ち込みが難しかったりとかマニュアルが読みづらかったりなかなか手をつけづらいという方もいらっしゃると思います。というわけで今日は第1回目ということでなるべく手をつけやすいところから実践的な使い方っていうのをご紹介をしていこうと思っております。それでは早速エレクトリシティを立ち上げていきましょう。コンタクトのこのライブラリの中にありますけども、インストゥルメンツとマルチというメニューが最初にありますね。今回はインストゥルメンツを使っていきましょう。インストゥルメンツの中にこのアンプドと DI という2つのフォルダありますけれども、今回アンプドから選んでいきます。これはアンプを通した音を録音したサンプルってわけではなくてですね、これ内部的なエフェクターでアンプの音出してますから、それ切っちゃえば DI の音にすることもできます。今回アンプドの中からオーソドックスなストラトの音、ストラトのアンプドを立ち上げていきましょう。はい、立ち上がってまいりました。では音を出してみましょう。いい音ですね。こんな風にですね、普通に鍵盤で押したところの音を出していくってこともできるんですけども、このエレクトリシティの優れているところはコードを何か鍵盤で適当に押さえてもですね、必ずギターのボイシングで音を出してくれるという機能があります。それを確認するためにフレットボードの画面に切り替えていきましょう。フレットボードはですね、この下のメニュータブのインデックスみたいになっているところの一番右ですね。ここをクリックするとフレットボードの画面になります。この状態で E のコード、鍵盤で通常押さえるミ、ソのシャープ C、 この並びで弾いてみましょう。はい、見ての通りギターのボイシングになってます。ギターの E の一番ローコードですねの押さえ方になっていて、6弦から1弦までの音が出ているということなので、ミソのシャープ C では明らかにないですよね。はい、どんな音が出てるか鍵盤で再現すると、このボイシングを鍵盤のミソのシャープ C3 つを押さえるだけで出せてしまうというわけですね。ギターを打ち込んでいくときはこのコードを書き鳴らすストラムをするか、もしくはパワーコードの刻みをやるとか、そういう場面がかなり多いんじゃないかなと思います。そういう奏法を簡単に再現するためにですね、エレクトリシティには非常に便利なトリガーキーがいくつも用意されています。かなり鍵盤の端っこの方を使うので、なるべく鍵盤数の多いミディキーボードを使った方が音の確認をしやすいかなと思います。トリガーキーの場所はまず F5 です。一旦コードを指定した後で F5 を押すとストラムダウンですね。ピックで上から書き鳴らすような感じです。それに対してストラムアップが F シャープ。はい、このようにアップとダウンを交互に鳴らしたりすると、より書き鳴らしてる感じが出てきますよね。それからトリガーキー一つ上がって G5 がハーフミュートダウンですね。そしてアップ。もう一つ上がって A5 がミュートのダウン。そして A シャープの5がミュートのアップ。トリガーキーさらに上に行ってですね、C の6、C シャープの6、これデッドミュートになります。これもダウンとアップ。もう一つ隣に行って D6 と D シャープ6、こちらがチャカ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 っていうブラッシングと呼ばれるミュートの音ですね。こちらもダウンとアップ。このあたりうまく織り交ぜていくと、よりストラミングがリアルになってくると思います。それではこれらのトリガーキーを使って実際に打ち込みをやってみましょう。
サンプルのオケ用意しましたので、まず聞いてみてください。はい、こんな感じのドラムとベースにエレクトリシティでギターをつけていきたいと思います。刻んでる感じのリズムなので、ギターもそれに合わせてパワーコードで刻んでいくことにしましょう。はい、コード E なのでパワーコードはミと C ですね。はい、これで普通にパワーコードになるはずですね。はい、これで白玉のパワーコードになってる状態ですが、これでコードを入れておいて、さっきのミュートですね。ミュートは A の5でした。で、パワーコード刻むときは全てダウンでいきますので、ダウンで刻んでいきましょう。この際にですね、1点注意があるんですけども、8分で刻んでいきますから、これはもうグリッド8分にしてしまって、もうべったりで打ち込んでください。アクセントで普通のストラムのダウンを入れていきましょうか。こんな感じで切りましょう。はい、こんな風に聞こえてきますね。で、これを少しこう工夫したりとかしてですね、16分単位とかで刻んじゃうと逆に音が途中で切れちゃって打ち込み臭い音になっちゃいます。もうミュートの音は8分単位で刻むんだったら目いっぱい入れてあげるような形で打ち込んでいってください。はい、先ほど打ち込んだ1小節をコピペしてコードを合うようにしてみました。これで聞いてみましょう。はい、こんな簡単な打ち込みでここまでリアルなギターの刻みっていうのが再現できてしまうんですね。でもここまで来るとやっぱりちょっと音をいじりたくなってきますよね。というわけで次回はエレクトリシティの中での音作り、それからヒューマナイズという機能を使ったダブルトラッキング、あとストラムのコツなどをお送りしたいと思います。それではこの辺でスリープフリークス講師の大鶴がお送りしました。ありがとうございました。